家を建てるとき、工法の選択だけで500万円以上変わる時代が来たのだ。しかもその差は、建てた後もじわじわと広がり続けるのだ。500万円って、それって建築費の話ですか？それとも住んでからの話ですか？どっちにしてもかなりの金額ですよね。実は両方なのだ。今日はアルゼンチンの不動産メディア、ラ・ナシオンが2026年に報じた住宅工法の比較記事をもとに、従来工法とスチールフレームという2つの建て方が日本の家づくりにどう関係するかを深掘りするのだ。この話、マイホームを考えている人だけじゃなく、すでにローンを抱えている人にも関係するのだ。アルゼンチンの話が日本に関係するんですか？建築の文化って全然違いそうなのに、そこが気になります。鋭いところに気づいたのだ。実はこの議論、表面上はアルゼンチンの話なのだが、構造はほぼ日本と同じなのだ。どちらの国でも、従来の工法で建てた家は硬いという感情的な信頼がある一方で、新しい工法は本当に大丈夫という疑念を持たれやすい。この感情バイアスが資産価値の評価にまで影響しているのだ。まず背景を整理するのだ。日本の住宅着工件数は2023年から2025年にかけて年間80万戸前後で推移しているが、このうち木造が約 57%、鉄骨系が約 20%、RC 造りつまり鉄筋コンクリートが約 10% なのだ。スチールフレームは鉄骨系の1形態で、プレハブ住宅メーカーが得意とする工法なのだ。大手ハウスメーカーの積水ハウスや大和ハウスが採用している建て方なのだ。積水ハウスや大和ハウスといえば、かなり高額なイメージがあります。スチールフレームって高いんじゃないですか？むしろ従来の木造の方がコスト的には安いんじゃないかと思っていました。それがまさに多くの人が抱く誤解なのだ。ナシオンの記事でも同じことが指摘されていたのだが、坪単価だけで比べると確かに従来工法の方が安く見えるケースがある。しかし本当のコスト計算は建てた後も含めないといけないのだ。これが見落とされがちな罠なのだ。従来工法、日本で言えば木造軸組みや四式工法の家が持つ本当の強みは文化的信頼性なのだ。ナシオンの言葉を借りると、レンガとコンクリートは頑丈さという感情的価値を持ち、それが売却価格のプレミアムになると書かれているのだ。日本でも同じで、特に旧来の住宅街ではちゃんとした家とみなされやすく、売却時に有利に働くことがあるのだ。感情的価値が売却価格に影響するって、なんとなく理解できます。あそこのハウスメーカーの家より職人が建てた家の方が良さそうみたいな感覚ってありますよね。でも実態はどうなんですか？ここが面白いところなのだ。従来工法には証明された耐久性という強みがある一方で、ナシオンが指摘した3つの弱点がそのまま日本にも当てはまるのだ。1つ目は工期の長さ、2つ目は天候依存、そして3つ目が維持管理コストの高さなのだ。特に木造の場合、シロアリ対策や外壁塗装が15年おきに必要で、これが30年で100万円から200万円の追加コストになることもあるのだ。ここで一度例え話で整理するのだ。従来工法の家は昔ながらの自転車に似ているのだ。丈夫で長持ち、みんなが使い方を知っていて修理もできる。でも重くてスピードが出ない。一方スチールフレームは電動アシスト自転車なのだ。最初は高く感じるけど、乗っている間ずっと快適で、燃費つまり光熱費が全然違う。どちらが良いかは何のために使うかで変わるのだ。では次にスチールフレームの実態を掘り下げるのだ。スチールフレームとは薄い軽量鉄骨のフレームを工場で精密に加工し、現場で組み立てる工法なのだ。ナシオンの記事では産業化された代替工法と表現されていたのだが、日本語に訳すなら工業化住宅にあたるのだ。現場での手作業が大幅に減り、廃材が少ない、工期が短い、品質が均一という3つの特徴があるのだ。工期が短いってどのくらい違うんですか？それって工務店に頼む場合と比べると、実際に大半できるレベルの差があるんでしょうか？かなり体感できるレベルなのだ。ナシオンの記事によると、従来工法に比べてスチールフレームは工期が30、40% 短縮できると書かれているのだ。日本で具体的に言えば、通常の木造住宅が着工から完成まで平均4、6ヶ月かかるところ、鉄骨系プレハブは2、3ヶ月で完成するケースが多いのだ。この工期の差は仮住まいの家賃という見えにくいコストに直結するのだ。4ヶ月の差があれば月15万円の家賃なら60万円の節約になるのだ。さらに見逃せないのが職人不足の問題なのだ。日本の建設業は今深刻な人手不足に陥っていて、国土交通省のデータによると2025年には約13万人が不足すると試算されているのだ。職人が足りないと何が起きるか、工期が伸びる、コストが上がる、品質が安定しない
この30区なのだ。スチールフレームは工場製造のため、現場の職人依存度が低く、この問題を回避できるのだ。でもこの話、実は30年ローンを組む人の総コストに直撃するのだ。ここまでの話を整理すると、従来工法は感情的信頼と文化的な強みがあるけど維持費がかかる。スチールフレームは工期短縮、品質均一、職人不足に強いという実利的な強みがある。で、ここから先が実際に私たちの家計への影響ということですよね。そうなのだ。ここからが本番で、日本の生活者に直結する話をするのだ。まず、光熱費の話なのだ。スチールフレームの住宅は断熱性能が設計段階から組み込まれていて、第三者機関の測定では従来木造より冷暖房費が年間15%削減されるケースが多いのだ。30年で計算すると、年間電気代差額が6万円なら、30年で180万円の差が生まれるのだ。180万円は無視できない数字ですね。でも先輩、光熱費は電気代の変動もあるじゃないですか。もし再生可能エネルギーが普及して電気代が下がったら、この計算って変わりませんか？そこまで考えてくれるとはなかなか鋭いのだ。確かに電気代が下がれば差は縮まる。でも逆の見方もできるのだ。省エネ性能が高い家は太陽光パネルとの相性が良いのだ。断熱性能が高ければ太陽光の発電分をより効率的に使えて、売れ電収入も最大化できる。つまりスチールフレームは電力コストが下がった時代でもより恩恵を受けやすい構造になっているのだ。次に子育て世代への影響を考えるのだ。ここで重要なのが教育費との両立という視点なのだ。文部科学省のデータによると、子供1人を高校まで公立で育てても約700万円、大学を私立に行かせると1000万円を超えることもあるのだ。この教育費の山が来る前に家のランニングコストを下げておくかどうかが家計の余裕に直結するのだ。工期が短ければ早く入居できて、その分だけ教育費積み立ての期間も長く取れるのだ。子育てと家づくりが同時期に重なる40代って、本当に家計のプレッシャーが一番きつい時期ですよね。そう考えると後方選択って、今何が安いかじゃなくて、将来の家計を楽にするかという視点が大事なんですね。私が当事者だったら絶対そっちを優先して考えます。ちょっと待ってください。ここまで聞いてると、スチールフレームの方が有利な話ばかりじゃないですか。従来工法を選ぶ理由って今の時代に本当にあるんですか？あるとしたら何ですか？言い問いかけなのだ。実はここにこそナシオンの記事の本質があるのだ。記事には、保護された投資はシステムではなく市場がどう評価するかによると書かれているのだ。つまり従来工法が有利なのは市場がそれを評価する地域、用途においてなのだ。古い住宅街や歴史的な景観が重視されるエリア、土地の価格が高く建物価値より立地が重要な都市部などでは、従来工法の感情的プレミアムがまだ生きているのだ。冒頭で工法の選択だけで500万円以上変わると言ったのだが、その内訳を整理するのだ。工期短縮による仮住まい費の節約が最大60万円、30年の光熱費差が180万円、メンテナンスコスト差が200万円、そして売却時のプレミアムの差が立地によって200万円。これを全部足すと条件次第で400万から500万円以上の差になるのだ。これが工法は500万円の意思決定といった理由なのだ。最後に3つのシナリオで考えてみるのだ。1ヶ月後の視点で言えば、今すぐ動く人は工期の短さをそのまま得する。スチールフレームなら今年着工で年内入居も現実的なのだ。3ヶ月後の視点では、建設資材の価格変動リスクが高まっている。工場製造のスチールフレームは価格が固定されやすく、従来工法は職人コストの変動を受けやすいのだ。そして半年後、もし金利が動けば住宅ローンの総額が変わる。工期が短い方が有利な局面なのだ。僕の率直な意見を言うのだ。2026年の日本でマイホームを建てるなら、スチールフレームを真剣な選択肢として検討する価値は確実にあると思うのだ。ただし、どの地域に建てるかが絶対条件で、売却時の市場評価が従来工法を好む地域なら、感情的プレミアムを無視するのは危険なのだ。工法はどちらが正しいかではなく、どちらが自分の人生設計に合っているかで選ぶべきなのだ。これが今日の結論なのだ。あなたはどちらを選ぶのだ？コメントで教えてほしいです。従来工法派か、スチールフレーム派か、あるいはもう建てた人はどちらにしたか、実際に住んでみての感想も聞きたいです。今後の判断材料になりますし、ずんだもん先輩も参考にするはずなので、ぜひ教えてください。
今日は2026年の住宅広報論争から日本の家づくりコストの真実を深掘りしたのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると、海外の不動産、経済ニュースを日本の生活者視点で届け続けられるのだ。次回は2026年の住宅ローン金利、固定と変動どちらが得かを取り上げる予定なのだ。タイムリミットは迫っているのだ。その答えは次の動画で出るのだ。